どうも皆さん、カイトです。サイケデリックな世界観、ウルトロスをご存知でしょうか？こちらは2024年2月13日に PS5、Steam でリリースされるゲームになります。早速15時間ほどプレイして通常エンドまでクリアしたんですけど、独特な世界観を堪能できるメトロイドバニアでしたね。 IOI ゲーマー様からご提供いただきました。ホットラインマイアミのアーティストであるエル・ウェルボ氏が手掛けていることもあり、視覚から入る独創的なワールドが特徴的で、それに合わさったかのような 2D 横スクロールアクションが普通に面白かったです。今回はウルトロスというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力、ワンポイントアドバイスを簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになりますが、主人公が無限ループから脱出を試みるサイケデリックメトロイドバニアアクションです。サイケデリックってなんやねんって方いると思うんですけど、幻覚剤によってもたらされる心理的感覚や様々な幻覚、極彩色のぐるぐると渦巻くイメージですね。それらの表現方法にメトロイドバニアがミックスされている感じ。動作に関しては王道のシンプル操作で進めていくのをプレイしやすく、この手のジャンルをプレイされた方は一気に馴染むのもポイント。相手の攻撃をタイミングよくスライディングをかわしてのカウンターとかもあったり、少し特殊なんはレベルアップシステムがないので、敵を倒した際に入手できる食べ物や植えた実から育った木からなる実を食べることでスキルツリー解放のステータス値を上げれて、入手したいスキルの値が上限を満たすと解放することができます。これらはループするまでは永続バフ効果が得られるんで、実を見つけたら適当に食べても大丈夫です。敵を倒すたびに同じ攻撃ではなくバラエティにダメージを与えて倒すとより良い食べ物を落とすんで、頭に入れておくのも良いかもしれません。セーブとしては某宇宙船のようなポットで休息を取ることで利用可能で、この地点で秘質という項目でスキル解放ができます。途中に相棒として抽出機という個体が装着されますが、これが超重要になってくるので後で簡単に説明します。これが体力ゲージで、これが選んでいる食べ物、これが選んでいる抽出機になりますね。基本的には主人公を操作しながらサイケデリックな世界をブンブン移動して、虫のような機械のようなモンスターを駆逐しながら自分の行動の意味、真実を追求していきます。ざっくりと説明するとこんな感じ。次にストーリーになるんですけど、主人公はサルコファガスで突如目覚め、古代の戦士に刺さっている刀を抜き取るところからスタート。サイケデリックな生物が存在したり、その世界での謎の住民たちと対話しながらブラックホールのループから脱出できるのかってお話。正直ストーリーがふわっとしかわからなかったですね。そしてこのゲームの魅力についてなのですが、1、難易度が優しくて探索重視。見た目のサイケデリック感で高難易度に見えがちなんですけど、スイスイっとプレイできるのがウルトロス。バトル重視の設定には見えますが、どちらかというと探索に重点を置いているゲームですね。モンスターとの戦闘に関しても着実にコンボをかましながら避けてのカウンターなどノーダメで倒せるようなシチュエーションも多くあるんで、被弾は全然しないのもライトだったなと。どちらかというとトラップダメージの方がはるかに多いんで、回転のこぎりは許すまじ。探索マップがすごく広いのも特徴の一つで、ほんまに届かへんところもスキルツリーのバフによる効果でギリギリ届くラインを攻めているのが伝わります。現時点で行けないような箇所も絶妙な行動の組み合わせで届いたりすることもあるんで、あとちょっとで届きそうというメトロイドバニアあるあるの展開も楽しむことができるんですよね。行ったら行ったでまだ先に進めないこともザラなんですけど、お供になる抽出機は後に色々なバリエーションに進化していくのも楽しくて、ほんまに行けなかった箇所に行けるようになる補助効果になるんもスキルツリーだけじゃない演出も工夫されていましたね。2、サイケデリックでバイオレンス。キャッチコピーであるサイケデリックにバイオレンスな描写が加わっているおかげで、常に画面上が明るくてエキサイティングな表現になっているのが本作。オブジェクトを壊すと画面全体がザ・グリーンで埋め尽くされるような色彩も、ホットラインマイアミのバイオレンス感も出てるんすよね。なんていうかめっちゃ派手やねん。ところどころに壊せるものを見つけては破壊、そして見にくくなる、それの繰り返しがしたくなるような視覚交換はやばい。敵に関しても形容しがたいモンスターが数多くいるんも世界観に非常にマッチしてて、チュートリアルで戦う虫が全てを物語っていますが、そんなに強くないです。見た目が強いのが大事なんよ。この表現では唯一無二な作品だなと感じます。3、
クリア時間は15時間。通常エンドでのクリア時間は15時間ほどでした。キャラクター同士の会話をしっかり聞いてても、シャーマン言うてるだけでも頭に全く入ってこなかったんで、ほんまにどこ行っていいかわからないメトロイドバニアは久しぶり。その探索タイムがほとんどなので参考にしてみてください。要はループする世界でシャーマンを8体解放するというのを念頭に進めていけば良いかなと。とりあえず食べ物を見つけたらひたすら食べるのと、植えれる場所を見つけたら適当に実を埋めて様子見るのも良いですね。最後にワンポイントアドバイスなんですけど、冒頭だけは単純に進めていけばストーリーが進行していくと思いますが、2時間プレイした後にはどこ行っていいのかヒントもないんで、ひたすらマップで紫の箇所に進むことをおすすめ。さらにはファストトラベルは合ってないようなもんなんで、解放シャーマンの位置を把握しながら徐々に進めておくのも良いです。画面上で詰まるところが必ず出てくると思いますんで、植える箇所で実を使っての突破の箇所や壊せる壁が絶対にあるんで、血眼で探すのが突破口になります。あとはブレーンを見つけたらスキルにセットしておくとループ時に固定されるのでつけておきましょう。なんだかんだで色々と面白いゲームでした。以上になります。サイケデリックな世界でブラックホールから抜け出そう。ウルトロス。武器をゲットした後にやれることが増えていき、喋れるモンスターを無残に切り刻む。身が何の効果が把握できるのに時間がかかり、意味なく飢えては後悔する。この機会にぜひ新しいメトロイドバニアの世界で狩人になってみませんか。きっとここのマップまでほんまにどうやって行くねん、こっちじゃないやんけ、こんなルートから行くのか、いや行ってやんよってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。数講師でも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。